今日はいろいろな映画の BGM で使われる映画音楽のスタイルを解説していくよ。かなり昔に壮大な映画のような音楽を作るスタイルを解説したけど、今回は特定の曲調にこだわらないでいろいろな映画音楽のスタイルを紹介するよ。動画の前半では古い時代の映画に使われた映画音楽を解説していくよ。スパゲッティウエスタンはイタリアで制作された西部劇映画。完全懲悪の普通の西部劇と違い、アウトロー的な世界観が特徴の映画だね。映画の説明をするのは打足すぎるから音楽的な特徴だけを説明すると、西部劇はカウボーイポップのようなウエスタン系の音楽がよく使われる。ただスパゲッティウエスタンはサーフロックの強い影響を受けていて、カウボーイポッププラスサーフロックという2つのジャンルを混ぜたような曲になる。こんな風に映画のジャンル名が特定の音楽を示す名称になることもある。今回の動画はこのタイプのスタイルをいろいろと紹介してみようってテーマだよ。スパイミュージックは名前の通りスパイ映画で使われる音楽のこと。スパイジャズという別名もある通りジャズをベースにした音楽になるよ。緊張感のあるクールな雰囲気とベースが主役になる特徴がある音楽。ジャズ系のいろいろな楽器も使われるけど、脇役として伴奏に徹することが多いかな。カートゥーンミュージックはコミカルなアニメ映画に使われる音楽のことだね。マーチのシンプルな2拍子リズムにジャズ要素を加えた音楽になるよ。それとコミカルな効果音風の音がよく使われるという特徴もあるね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。映画のような君の歌、この夜ごと閉じ込めて、エンドロールが流れても心はまだ終わる。ガラス越しの午後、止まったままの信号、置き忘れたこの夜ごと閉じ込めて、エンドロールが流れても心はまだ終われない。古い時代の映画音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。魅力ある曲調だとは思うけど、やっぱり古さを感じる曲調でもある。古い映画っぽい曲を作るなら便利に使えるスタイルだけど、現代的な曲を作ろうとするとちょっと難しいかもしれないね。動画の後半ではより現代的な
映画音楽のスタイルを紹介していくよ。トレーラーミュージックは映画の予告編で使われる壮大な雰囲気の音楽、観客の期待を煽るような壮大なオーケストラサウンドの曲だね。唐突に強い打楽器音を使って観客の注意を引かせることが多い。強い打楽器音に合わせて場面転換するみたいな使い方をされるね。ファンタジーミュージックはファンタジー系の世界観の映画に使われる音楽だよ。西洋民族音楽風の曲調に映画音楽の壮大さを加えた感じかな。ハープや笛の音が主役になって伴奏がオーケストラって感じになる。サイバーパンクは荒廃した世界を舞台にした SF 作品を示す言葉だね。パンクという単語は入っているけどパンクロックとは特に関係はないよ。サイバーパンク映画で使われる BGM はロック系ではなく EDM 系の音楽になる。特に EBM の影響が非常に強くシンセポップ要素が少し加わる感じかな。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。現代の映画音楽のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。映画音楽のスタイルは全体的に他のジャンルと混ぜると特徴が消えやすい。効果が弱いわけじゃないんだけどね。曲調の幅が広くて変化しやすいって感じ。いろいろとスタイルを混ぜすぎない方がいい結果になるような気がした。ところで今日の動画のテーマは最初は映画、テレビ音楽にする予定だった。ただ想像以上に良い効果の出るスタイルが多く見つかったので動画を映画編とテレビ編の2回に分けて作ることにしたよ。ということで次回はテレビ由来の音楽をいろいろと紹介していこうと思う。似たテーマの動画が連続してしまうけど曲調はバラエティ豊かだからいいかな。それじゃまたね。